はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう、よかったね。今日もね、柴崎もご覧のようにね、元気に絵を描いてます。さて、今回のテーマですけどね、実はこちらです。はい。ねえ、見ました？これ見たことないでしょ？これクレヨンなんですけどね。なんと、1950年にできたクレヨンです。だから、今からね、73年前です。柴崎が3歳の時のクレヨンです。いやー、これ見つけた時ね、本当にびっくりしました。まさかって感じですね。さて、このクレヨンですけどね、まだ柴崎中身見てないんですよ。だから、あなたと一緒に開けてみたいと思います。そして、このね、73年前のクレヨンね、今使えるか、また当時の色はどうだったかね、実際に絵を描いてみたいと思います。さあ、どうなのか。では、あなたも時代の目撃者ですよ。一緒に見てみましょうね。はい。では早速やってみましょうね。はい、これです。ね。ここに、ホームランパスと書いてありますね。うん。そしてここにもカタカナで書いてあります。バットとボールですね。下の方には、新生中学校用1000倍特許16色大日本株式会社と書いてあります。ねえ。はい。何かこう、パッケージのデザインはアメリカのちょっとタバコのような感じもするかな。ここにお値段が55円ですね。はい。見てください。これ、多分手作りだと思います。丁寧に作ってありますね。わあ、すごい。ほら。ここなんかほら、ちゃんとこうやってきちんとできてます。これはパラフィン紙かな。ね。75年前のクレヨンですよ。ほら、綺麗だね。75年前のクレヨン。見えないですね。はい。もうなんか、昨日作ったようなクレヨンのように見えますね。ここにいろいろ書いてあります。ホーランパスアップインテルさんのね、あれで作った大日本、文具株式会社ですと書いてあります。で、色がここに大日本文具株式会社ですね。で、こう大日本っていうところがもうね、歴史を感じますね。はい、ここに色が一つ一つ丁寧にこう記されてますね。すごい。ほら、もう新品同様です。すごいですよ。見てください。綺麗でしょ？いやー、柴崎は記憶ないけど、柴崎は2歳の時にもうこういうものができていたんだね。うわぁ。なんかこうなってるんだ。うわぁ。丁寧に作ってありますね。これ多分一つ一つ、ね、職人さんが手作りですね。はい。さあ、ではこれを使ってね、実際どう描けるか、絵を描いてみましょうね。まず黄色ですね。どうかな？おー、見て見て。ほら。ねえ。色がつきますよ、ちゃんと。しかも柔らかい。発色もいいじゃないですか。指でも伸びるし。これが75年前のクレヨンでしょうか。うわぁ、信じられないですよ、この書き心地。見て。ほら、綺麗だ、この黄色も。じゃあ、こっちの橙色はどうかな？あれ？あら、これはつかないよ。カチカチだわ。ここカチカチ。固まってます。やっぱりここに歳月が流れたんですね。クレヨンだからね、こう、顔料と、パラフィン、いわゆるろうそくの元みたいなもんですね。そういうもので基本に固めてあるんだけど、やっぱりその油分が飛んじゃうんだね。
まあでも、色は綺麗だよね。じゃあ、この色。まあ、当時はこれを肌色と言ったんですけどね。ああ、これもちょっと乗りにくいな。乗りにくいけど、まあ、ゆっくり重ねてみましょう。乗りにくいけども、色は綺麗だね。じゃあ、この、ね、桃色。ピンクはどうかな？ああ、これもちょっと硬いね。硬いけど、まあ仕方ないね、これはね。75年も経つんだもん。ああ、でも色は綺麗です。ほら、見てくださいね。柔らかな、こう、柔らかっていうか、優しそうな色だよね。ちょっと重ねにくいけども、ね、まあ、柴崎もコシコシとやりますので。これはどうだ？これは灰色？あ、これも全然つかないな。待ってください。ゴシゴシやりますね。多分ね、表面がね、劣化してるんだね。だから少しゴシゴシやると、表面の劣化した部分が取れてね、内側からまだ新鮮なままのクレヨンがね、顔を覗かしますので、そうすると少し濡れそうですね。はい。じゃあ茶色ですね。おお、これはよくつきます。ほら、柔らかい。これはやっぱり顔料の相性によってなのかな。こうやって本当にもうね、メジウムが劣化してしまうものと、そうでないものは顔料の影響かな。じゃあ今度は空色ですね。これもちょっとつきにくいな。まあでも、さっきのピンクなんかよりはよくつくね。色は綺麗ですね。いい顔料使ってるんだと思う。だけどね、皆さん、ご存知ですか？今から75年前って、ね、日本は第二次世界大戦でね、大負けに負けてしまった時なんですよ。じゃあ緑はどうかな？あ、緑はまあちょっとつきますね。あ、綺麗綺麗。日本がね、もう戦争に負けてね、日本中焼け野原。ね。もうみんなお腹空かしてね、もう闇米をね、買ってね、明日どう生きようかっていうね、そういう時代だったんですよね。それがね、今から75年前です。柴崎2歳。ね。その時にこのクレヨンですよ。この色です。綺麗ですね。何もないその時代に、これはどうだ？あ、これはつかないな。群青色。あ、これは全然つかないですね。粉になって出てきます。まあ、もうちょっとやると、内側から、色が少し出てきた。内側から少し出てきましたね。まあ、表面が本当劣化してるんだね。そういうね、本当に苦しい時代によくとね、ここまでのこのまあクレヨンっていうかね、画材を作ってくれたなって、今ね、この実物を手にして本当に柴崎驚いています。そして感動してます。ちょっとボロッと落ちましたけどね。でも当時はきっともっと描きやすかったと思いますね。はい。今日は色綺麗ですよ。本当にね、食べるもんがない時代によくこういうものを作ってくれました。だってこれだけの顔料っていうね、その材料を集めるだけでもきっと大変だったと思うんだよね。しかも一本一本見てください。もう今できたって言われてもね、見間違っちゃうぐらい、これ黒ですよ。黒はよく出てきますね。今できたばっかりのクレヨンだって言ってもちょっとね、間違っちゃうぐらい綺麗に作られてますね。まあ、ただ年月の経過でちょっとね、まあこれを固めていたメジウムが劣化してるってだけの話ですよ。75年の月日を経てもこれだけの色が出るんだもんね。きっとこれを作ってくれた人たちもね、みんなお弁当箱の中に何が入っていたのかな。ね、それでこう一つ一つ丁
丁寧にこれをね、作り上げてくれたんですね。これ赤ですね。はい。赤も出てきますね、色がね。これはね、やっぱり、柴崎想像するしかできないんですけども、やっぱり当時の人たちのね、やっぱり自分たちがその戦争の真っ只中にいて、命がね、流れて、さてこれから何でしょうというと、じゃあ私たちはこういうね、文具の中でこういう、クレヨンやね、絵の具を作る立場だったら、じゃあこれからの子供たちに、今何もないけども、できる限りのものを作って、その子供たちに使ってもらおうっていうね、きっとそういう使命感がね、この人たちをね、突き動かしたんじゃないかと、柴崎、こう使いながらね、この手応えの中でそういうふうに思います。そうでなきゃね、これだけのものは作れないですよね。柴崎も小学校上がった時、まだこの後ですね、5年ぐらい後なんですけど、それだってまだね、お昼ご飯食べられない子もいたし、柴崎のたちの履いてるズボンなんかでもね、穴が開いてたりしたんですね。そのさらに5年前ですからね。よくぞもうここまでこういうのを作ってくれたと思います。作ってくれた人たちのね、その真摯なこの使命感ですよね。これから日本を背負っていく子供たちに、やっぱりちゃんとしたクレヨンをね、与えてあげたいっていうその気持ちだよね。絶対そうだと思います。もうこれを使いながらね、もう柴崎本当にその時の方のね、お気持ちを思うとね、本当に涙が出るような気持ちになります、今。ね、そしてまた不思議な感じに、今ちょっと襲われてるんですけどね。これを75年前に作ってくださった方々。だからこのクレヨンがあった。そしてこのクレヨンを丁寧にね、全く汚れない状態で保存してくださった方がおられた。そしてたまたま柴崎がこれを、ネットで見つけて、今手にしてこうやって描かしてもらっている。そしてそれを見ている今あなたがいる。こういう因果関係ですよね。不思議ですよね。本当に。75年前ですよ。見てください。この素晴らしさ。このかき氷。ね。本当にこの時の人たちの熱い思いがね、伝わってきます。本当に感謝です。ありがとう。だから、ここから学ぶべきもありますね。私たちは、少なくとも柴崎はですね、今生きてるけど、今生きてることだけを考えちゃいけないんだよね。今生きていたら、これから先の人たちに何ができるかですよね。まだ見ないこれからの先の人たち、その人たちに今生きている自分が何をすべきか、何ができるか、何をしなきゃいけないかですよね。このクレヨンはね、そういう柴崎のこれからの残りの人生の生き方を本当に明るい灯台のようにね、見せてくれているだと思います。見てください、これ。すごいですね。本当に柴崎が生まれてまたたった2歳の時にこれを作ってくれた人がいるんだよね。今柴崎それを使ってこうやって塗ってね、あなたにお見せしてる。これを作ってくださった人がね、今ここの世の中に出てきてね、これをご覧になったら何て言ってくれるかな。本当にありがとう。大先輩ね、立派な仕事をしてくれて、本当にお腹空かしてね、もう多分寒い思い、熱い思いね、そんな顔を大衆見ながら、これからの未来の子供たち、これから成長していく子供たち
世の中を背負っていく子どもたちにちゃんとしたものを作ってあげなきゃ、その使命感、その熱意がですね、こういうクレヨンにね、形としてなってるんだよね。すごいな。本当にもう柴崎ね自分が本当に子供の時にタイムスリップしたような、でも今これを使って書いてる今のこのね、77歳の年上の柴崎が今現にここでこれを使わせてもらってるっていうね、なんともその不思議さにね、もう柴崎も自分の気持ちをちょっと整理しきれないんですけども、はい。でもこの先輩のなんか気持ちっていうか声が聞こえるようですね。その後お前たちはちゃんとやってたかいっていうね。どうなんだろう。この先輩たちのこの気持ちに応えてきたかな、柴崎は。ね。これから応えなきゃいけないかな。こうやってね、これ一つ一つのクレヨンを手で巻いて箱を作ってね、子供たちのためにね作ってくれたんだよね。本当に何もない時代ですよ。本当に日本中が何もない焼け野原ね。本当に戦争が終わってまだ4年ぐらいですよね。はい、たったの。もう素晴らしいな。見てください、この色がね、綺麗にこんな風に伸びるんだから。もうだんだん描きやすくなってきたよ。じゃあこれで引っかいてみようね。どうやって色出るかしら。わあ、ちゃんとほらこうだよ。すごいね。いや、柴崎もクレヨンが描いててよかった、本当に。大先輩とこでなんかお話ししてるような気持ちになってる。ね。本当にありがとう。柴崎もね、少しでもこれからの未来の人たちに何か残せていけたらいいなと今改めて思ってるね。すごいすごい。白も乗りますよ、ほらね。ほらこれだけちゃんとした顔料を使ってるんだよね。よく調達してきたな。何にもなかったと思うのにすごいね。すごいすごい。ねえ、もうまあね、この動画見てくださってるあの中にね、柴崎みたいな年寄りはそんなに多くないかと思うんですけども、だからね、多分柴崎よりも若い方が多いと思うので、改めて言ってしまいますけども、本当にね、今自分が良ければいいってもんじゃないね。今自分はこれからの人たちのために何ができるか、何をなすべきかですよね。少なくとも柴崎は今それをね、このクレヨンから感じ取った気持ちになってます。はい。この真摯なね、仕事が75年経って今でもね、こうやって私たちに訴えてくるものがあるんですもん。仕事は裏切らないですね。素晴らしい。さあ、こちら本通りのトサカですよ。赤も綺麗だね。さあ、こんな真っ赤な夕日がまた明日も昇るんだよね。僕たちにも明日朝が来るかもわかんない。ちゃんとね。その明日の未来の人たちのために何かしなきゃいけないもんね。さあ、
この音取りがね、明日の朝に向けてどんな声で泣いてくれるかな。この音取りの声を聞いて目が覚めてくるこれからの未来の人たちのために、僕たちは何をするんだろう。さあ、このクレヨンを作ってくれた人、本当にありがとう。もう柴崎音、本当にもう感謝でいっぱいです。さあ、音取りに目がね、つきましたよ。はい。さあ、ね、よく開けます。明日の朝も一緒に太陽と音取りの声を聞きましょうね。本当にクレヨンを作ってくれた方ありがとう。もう感謝でいっぱいです。とても綺麗な色でしたよ。75年経ったクレヨンと思えない素敵なものを残してくれてありがとう。柴崎、とっても楽しく今日ね、作ってくれたあなたの気持ちに応えたかな。さあ、これで出来上がりです。はい。ね、書き上がりました。いやー、もうすごかったなー。もう柴崎ね、もう本当に感激感動ひとしおです。よくぞこういうね、画材を当時の人が作ってくれたっていうね、もう頭の下がる思いです。本当に。もう、柴崎胸がいっぱいでね、本当にもうぶつけでもういろんなこと喋っちゃいましたけども、まあ、あなたも少しでもね、柴崎の気持ち汲んでいただけたら嬉しいです。さあ、ということで、今回はなんと柴崎が今から73年前のクレヨンを使って描きました。はい。最後まで見てくれてね、本当にありがとう。また次回はね、違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。どうぞお元気にね、お過ごしください。またすぐにお会いしましょう。はい。どうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしくお願いします。